こんにちは、コスケです。今回は洞爺湖スペシャル前編、洞爺湖を眺めることができる超有名展望台に行った後、人が少ない洞爺湖を見下ろせる展望台へ。23年前の噴火で廃墟となった地域を散策し、噴火の恐ろしさを目の当たりにしてきました。まずは洞爺湖といえばここ、サイロ展望台へ向かいます。一番最初に行くサイロ展望台は洞爺湖のど定番観光地ですよね。このチャンネルでも何回か行ってるんですが、その後に初めて行く展望台があるので、そことの比較のために最初にちょこっとだけ立ち寄ってみましょう。さあ、洞爺湖町に入りました。今洞爺湖の近くを走っております。もうすぐ1個目のサイロ展望台に到着しますね。この先300メートルサイロ展望台見えてまいりました。あの左の赤い屋根の建物がサイロ展望台にあるお土産屋さんでございます。さあ到着ですね。もう洞爺湖観光といえばここっていうぐらいど定番で、見ての通りバスのツアー客なんかもたくさん来る場所でございます。多分ここは外国人の観光客もかなり多いんじゃないでしょうかね。ここが洞爺湖サイロ展望台ですね。ちなみにこの手前のコンテナはお店です。なんか食べ物とか飲み物買ったりできる場所ですが、まだオープンしてないですね。気持ちいいね。さすが一番有名な展望台というだけあって、景色は最高でございます。わ、すごいヘリがいますよ。遊覧飛行ができるのかもしれないね。洞爺湖展望台7310年12月82日適当だね、かなり。洞爺湖西展望台サイロ展望台、目の前に広がるのは約11万年前の巨大噴火で誕生したカルデラ湖洞爺湖です。湖のほぼ中央には4万5000年前にできた中島溶岩ドームがあります。あれだね。なかなか面白い形の湖ですよね。真ん中に島があって丸い湖となっております。でその奥には有珠山があって、あれかな、有珠山は20世紀だけでも4回、1910年1944年から5年で、77年から78年と2000年、2、30年おきに噴火してるんですよね。その度に大きく形が変わりました。うわ、本当だね。結構形変わってるよね。今見えるのが一番下のこの写真と同じあれでございますよね。今日は有珠山の近くも行きます。洞爺というわけで、ここはこの後行く展望台との比較のために寄っただけなので、次行きましょうか。ちなみにヘリですが乗れるみたいだね。2人で乗ると3分で9600円、3人だと1万4400円。洞爺湖スカイクルージング、ペイペイも使えます。では参りましょう。今日はこの洞爺湖の周りを巡ってみましょうか。さあ、車に戻ってまいりました。この後なんですが、このすぐ近くにある月浦展望台かなというところに向かいたいと思います。サイロ展望台も洞爺湖のすぐそばなんですが、月浦展望台はもう少し近くにあるんじゃないでしょうかね。僕まだ行ったことがないので楽しみです。じゃあ行きましょうか。やっぱりこのサイロ展望台は外国人が多かったですね。日本人もいるけどツアーの団体客が多かったと思います。
今日のドライブはこっからが本番だよね。意外とこの洞爺湖の周りって大小いろんな観光地があるので、道民でも行ったことない場所っていっぱいあると思うんですよね。僕次に行く月浦展望台は、月浦展望台かなは前から行ってみたいなと思ってずっとチェックはしてたんですよね。だけどなかなか行く機会がなくて行けなかった場所の一つですね。あ、ここだ。ここを右折いたします。一応ゲートがあるんで冬は通行止めになるんじゃないかな。この辺だね。月浦展望台、ここだ。もしかして結構山の中登るのかな。じゃあ駐車場があるのでここに車を止めて行ってみましょうか。ちょっとここは虫とクマの対策が必要そうだね。虫よけの服と虫よけの薬を持って、でクマ鈴も持ってこうか。よし、それでは行ってきましょう。展望台、あ、距離が書いてない。どのぐらい歩くんだろうね。行ってみましょうか。あ、ここかな。結構すぐだったね。よいしょ。おお、これはなかなか気持ちいいね。サイド展望台よりもちょっと高いのと湖が近いからか気持ちいいです。洞爺湖八景月浦展望台、来たことなかったんだよね。展望台案内図は劣化してほとんど読めなくなってますね。でもここ景色すごいいいですよ。贅沢を言えばこの辺の木がもうちょっと低ければ理想的かなとは思いますが、一応伐採はしてるんだろうね。でもね、とても気持ちのいい展望台だと思います。何よりサイド展望台と比べて人が全然いないっていうのがいいよね。あ、有珠山はあれかな。多分これだね。ここが有珠山だと思います。じゃあ次はあの辺行きましょうか。ちなみに展望台ですが、駐車場からだいたい200メートルぐらいかな。近いですね。歩いてほんと数分、2、3分で着くんじゃないかと思います。あそこに車ありますよね。さあ次のポイントは西山山麓火口散策路でございます。さっき見た有珠山の散策路があるのでそこに行ってみるんですが、ここはちょっとすごい場所なんですよね。だいたいここから7キロぐらい、10分ぐらいの距離にあります。すぐ洞爺湖の横ですね。では行きましょうか。で次に行く場所の何がすごいかっていうと、2000年に有珠山が噴火した時に住んでた人避難したんですけど、本当避難した当時のまま建物とかも残っているという、そういう場所でございます。前から一回行ってみたかったんですがなかなか行けなかったので、今回じっくり歩いてみましょう。でここから洞爺湖温泉街ですよね。この洞爺湖温泉街を少し上に登っていくみたいですね。あそこだ。看板に西山
火口って書いてるんで、ここに向かっていきましょう。でここを登っていくと駐車場があるみたいだね。確かここ有料と無料の駐車場があって、公共駐車場奥だ。ここだ、西山河口散策路無料駐車場。これだね。ここが無料駐車場でございます。じゃあここに車を止めて行ってみましょうか。誰もいないよ。では行きましょうか。西山山麓河口散策路、こっちだね。道路が沼になった。この元国道230号線はかつて有珠山西山麓の主要な交通路でした。現在道路の向こう側が上り坂になっていますが、実は元は下り坂だったみたいだね。ここ道路だったわけですよね。ここ元230号線で、向こうに見えてる上り坂はもともとは下り坂だったらしいです。で道路の真ん中になぜか沼ができているという感じですね。これ2000年に噴火した時にこの辺の地形が変わっちゃったみたいなんですよね。今ここにいるんですが、この先沼になってて上り坂があります。これもともとは230号線で下り坂だった道ということですね。では西山山麓河口散策路北口だね。ここを歩いていきたいと思います。もともとは旧国道230号線とそのそばに住宅とかがたくさんあった場所なんですが、今は2000年にあった噴火で人の住まない場所となってしまいました。ではその道歩いていきましょう。ちなみに普段はあまり人のいない場所なんですが、今日は小学生の社会科見学みたいなのがあるみたいで、ちょこちょこ解説が入るかもしれないね。今から23年前に噴火した場所なんですが、だいたいここって2、30年ぐらいの周期で噴火してるらしいので、次の噴火そろそろあってもおかしくないよね。西山山麓河口散策路利用の注意。この散策路は周遊路ではありません。木道ロープ柵から出ないでください。サンダルハイヒールはダメですね。では行きましょうか。だいたい全長 1.5 キロぐらいかな。もうこの辺道がデコボコだね。すごい、ここ道路がこう斜めになってますね。車は走るのしんどいぐらい。カメラこうした方がいいかな。なんかこんな感じになってます。わ、こっから先は道路めっこめこですよ。木道歩きましょうか。すごいね。こんなに地面盛り上がるんだね。ちょうど横切った断層。2000年噴火で西側山麓は約75メートル隆起し、2000年新山が誕生しました。マグマが上昇して押し広げられて、こういう凸凹になったみたいだね。こうやって見るとすごいですね。もともとここは町道だったんだね。もう20年も経つと道路にも草が生えてきてますね。
こから先はもうアスファルト完全になくなってますね。撤去したのかな。あ、電柱が折れてる。ここ道路だったってことですよね。20年前は。お、分岐がありますよ。あ、こっちは行き止まりかな。ちょうど横断した河口列。数十年前電車が通ったこの町道を横切って数個の河口が次々と開きました。ここに電車が通ってたの？こっちに第一展望台があるね。あ、ここから旧国道ルートって書いてますよ。かなり草の中を歩いていくことになりそうだね。先に上登ろうかな。あっち行きましょうか。2000年の新山の割れ目河口。数個の新しい河口が直線上に並び東西に伸びる河口列が形成された。ここは2000年噴火で開いた河口群の最西端にあたるみたいです。すごい、当時はもうここ何もないような状態だったんだね。ここが西の河口なのかな。で、こっちが西山山麓河口第二展望台だね。ここの真ん中は歩いても大丈夫なのかな。あ、ここにも旧国道ルートがある。さっきのとことつながってるのかな。洞爺湖有珠山ジオパーク2000年新山第二展望台。ここは75メートル隆起した2000年新山の、あ、ここてっぺんなんだ。眼下の河口は町道上で開きました。この崖の右側約30メートルに一軒のアパートが埋まっています。その横で噴火開始時に水道管を修理していた小型重機が記念物として今も残されていますということですね。あ、住宅があるよ。ほら、近くまで行けるね。2000年噴火では河口が数十個次々と開きました。アパートや住宅、お菓子の工場が立ち並んでいた平穏な人里が突然噴火と断層に襲われ、変動した大地に変わっていく自然のドラマがよくわかります。あ、あれ民家じゃなくてお菓子の工場かも。道路に河口ができた。この河口は最初の噴火から1週間後に開きました。アパートは火山灰で埋まり、お菓子の工場の屋根は噴石で穴が開き、大地は断層でズタズタになりました。これは噴火直後の写真なんですが、これがボロボロになってるのがさっき民家って言ってたこれだよね。これが多分お菓子の工場なんだと思います。本当にボロボロだね。あの屋根は噴石で穴が開いたみたいだね。岩が降ってきたわけですよね。で、ズタズタに壊れてしまったと。多分従業員の人とかは避難してたんで無事だったんだと思いますが、もしここに人がいたら大惨事、恐ろしいことになってましたよね。まだいけるんだね。電柱があそこでも折れて放置されてますね。あ、この電池は根元からぽっきりと折れてます。20年だとそこまで古くならないんだね。
ここに町道の跡が残ってますよ。ここに電柱があってお菓子工場があったんで、ずーっとここに町道があったんでしょうね。道があったんだと思います。もう今は何もありませんが。噴火って怖いね。わ、すごい。車もそのまま残ってるね。ここは多分人が住んでた家ですよね。すごいよ。ボロボロになってます。そして屋根にボコボコ穴が開いてるのは多分噴石が降ってきたんでしょうね。で、貫通して穴になってるんだと思います。恐ろしい力だね。で、多分地面がずれたので家も壊れちゃったんでしょうね。自然の力って本当恐ろしいですね。あそこには車が置いてあります。23年前から置きっぱなしになっている車だよね。もうエンジンとか見えちゃってますが、当然ガラスは割れて中にも葉っぱが入り込んでおります。でもこれだけ大きな災害だったんですが、避難がうまくいって人的被害はゼロだったみたいだね。何回も噴火してるだけあって避難は完璧だったみたいです。トンネルがあるね。これは町道があった時に使ってたトンネルかな。あ、このおそらく町道まで噴石が飛んできてますね。ほら、ここにでっかい石が落ちております。こんなのが降ってきたら人間なんて一発ですよね。車の中にいても助かんないと思います。噴火といえば御嶽山でしたっけのニュースなんかを見ているとやっぱ怖いですよね。あんな岩がゴロゴロ降ってくるとなれば全く助かる気はしませんが、あ、バスが放置されてますね。懐かしいカラーリングのバスだね。銅黄バスかな。昔このバス走ってましたよ。いや懐かしいね。今はかなり錆びてしまっております。中もベコベコだね。多分今僕がいるのは校庭だと思います。遊具があるもんね。あ、この辺にある岩って降ってきたやつじゃないですか。でこのベコベコになっている遊具は多分噴石が当たったんですよね。で岩が落ちてると、あちこちに。よく見るとこの辺は岩だらけで、小さい子が遊ぶ公園にこんなに岩を放置しておくはずがないので、多分降ってきたものなんだと思います。やっぱり幼稚園だ。旧洞爺湖幼稚園。噴石が降り地面が傾いた。たくさんの噴石が河口から600メートル離れたこの幼稚園や周りの畑へ降り注ぎました。あちこちで残雪や土砂が跳ね飛ばされており、無差別爆撃の戦場のような
光景でしたと。幸い人々の避難は噴火開始前に完了していましたので、死傷者は一人もいませんでしたということだね。この西山で噴火してここまで降り注いできたんでしょうね。この外壁に穴が開いてるのは噴石が当たって開いたのかもね。この辺に落ちてるような岩がどんどん降ってきて、それで外壁に穴が開いたんじゃないかなと思います。噴火したのが3月31日の昼間だったっていうのも良かったよね。4月入ったら新学期始まるんですが、まだ春休み期間だったんじゃないかなと。それもあって避難もスムーズに完了したのかもしれないね。ただやっぱり噴火の兆候を捉えて事前に避難できたのはかなり大きかったんじゃないかなという気がします。もしここで子供が遊んでたら、本当たくさんの人が犠牲になりましたよね。ここは体育館的な広場だったのかな。今はなんか植物園のようになっております。いやすごいね。20年で建物の中植物だらけになるんだね。これは幼稚園の送迎バスかな。バスの停留所とバスそのものが残ってますね。マツダのバスですね。もしかするとこの端っこに寄せられている岩も降ってきたものなんじゃないでしょうかね。こんなでかいのが降ってきたら人間でもプチって潰れるぐらいのサイズですね。ここが正面の入り口だよね。洞爺湖幼稚園跡でございましょうか。ここでもう終わりかな。駐車場になってるね。これが反対側の駐車場で、僕が車を止めたところに戻るにはもう一度同じ道を歩いて帰らないとダメだと思います。で今現在地ここでしょ。で幼稚園があって噴石が落ちてて、でずっとお菓子工場とか民家があって、であっちの北口が僕が車を止めた場所だと思います。ようこそ洞爺湖有珠山ジオパークへ。変動する大地との共生。2、30年に1回こういう噴火が起こるとなれば、まさに変動する大地っていう感じだよね。じゃあこの後最初のスタート地点に同じ道を通って、途中国道ルートがあったのでそこを通って戻って、時間があればまだ昼前なのでこのコンピラ災害遺構散策路も行ってみようかな。時間あればね。では戻りましょう。いやしかしこの幼稚園本当、こっから中が見える。もう内装がボロボロになっちゃってますが、廊下があって各教室のようなものがあります。第二展望台まで戻ってまいりました。疲れた。じゃあせっかくなんでさっき行かなかったこの旧国道ルート行こうか。いや疲れたね。よし、これで第一展望台まで行けるんじゃないかな。道悪いって書いてますが普通の山道だね。よっと。
旧町道の断面、割れ目火口。ここが火口だったってことで、旧町道はこの上にあったんでしょうね。お、なんだあれは。噴火を予測していた重機。目の前にあるのは2000年噴火で置き去りにされた建設機械です。水道管を修理する工事の最中に噴火が始まってしまったのです。あ、これがそうだ。もうほとんど埋もれてますね。これが噴火の日に撮影してた、これ2000年3月31日なんで噴火当日だね。ここで工事をしていたんだよね。でもここ23年前は本当普通の住宅地だったんだね。これ噴火の日に撮影してますが、重機があって奥にアパートがあって、その奥にもなんかありますよね。で、自販機もあって街路樹も立ってます。そんな場所が今は何もないところになってしまいましたね。ここにアパートがあって人がたくさん住んでたんだね。たった23年前でございます。破壊された旧230号。目の前に広がる景色は旧国道230号の姿です。どこ多分ここが国道230号が走ってた場所なんだろうね。あそこに標識がある。見えます？あそこに50キロの標識があるよね。行けるとこまで行ってみようかな。電柱がありますよ。噴火を語る電信柱。目の前に見えているコンクリートの柱は旧国道230号に沿って設置された電信柱です。こんな道だったみたいですよ。普通に大きな国道だよね。それが今はこの電柱を残し、何もない大自然に戻ってしまいました。いや、これはびっくりだね。あ、ここまでかな。お、すごい。あ、そっかそっか、ここ隆起したんだ。この下にもう明らかに国道があった跡がありますよね。階段地形になった国道。目の前に見えている階段状の地形は旧国道230号です。2000年の噴火によってできた断層によりこのような姿になってしまいました。今立っているのがここで、ずっと下に国道が続いてます。昔は平坦だった道が隆起してこんな状態になったんでしょうね。ここに国道230号があったんだね。多分向こうからずっと道路が続いてて、今僕が立っているところも平らで道路が走ってたんだと思います。じゃあ戻りましょうか。なんか洞爺湖の観光って湖見て、で有珠山のロープウェイ乗ってっていうのが定番のルートだと思うんですが、この散策路はおすすめだね。なかなか他では見ることができない景色を
見ることができると思います。しかも今後毎年毎年どんどん風化していきますからね。この状態が見られるのは今だけでしょうね。あ、やっぱりここ第一展望台に続いてたね。よいしょ。さっき見た散策路第一展望台の旧国道ルートの入り口がここから出てまいりました。はあ、疲れた。ここまで来ると駐車場はすぐだと思うので戻りましょうか。あ、最初の町道だね。ここもともと町があった場所なんでそんなに自然は多くないかなと思ったんですが、想像以上に草木が生えていて虫も多かったので、ちょっと虫対策はしていった方がいいかもね。あと誰もいないとクマも出そうな雰囲気だったので、一応クマ対策も個人的にはした方がいいんじゃないかなという気はします。ここを降りれば駐車場でございますね。行く時気がつきませんでしたが、ここも町道か国道だった場所だよね。あ、町道か。国道がずっと向こうに伸びてて、こっから町道になって今通ってきた道をずっと通ってたんだね。で、止まれの看板が合流地点で町道側が一定だったという感じなんだと思います。今更だけどパンフレットをもらいました最初にもらえばよかったね。で、今こっちの散策路を歩いたので、こっちのフットパスコースも歩きたいね。こっちにも団地の跡とかがあるんじゃないかな。最初の地点に戻ってまいりました。今通った道を思い返しながらここを見ると、わずか20年でここまで街が変わってしまったんだなという気がしますね。できればこのコンピラ河口展望台行きたいんですよねどうかな、時間どれぐらいかかるんだろう。ちょっと行ってみようかな。というわけで今回の洞爺湖スペシャル前編はここまでとなります。次回後編ではこの絶景のコンピラ河口展望台に行き、土石流で埋まってしまった団地や河口を見に行きます。それではまた次回の動画をお楽しみに。